今日はアップルパイを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、アップルパイを作っていきたいと思います。私のチャンネルでもね、何回かアップルパイレシピはご紹介してるんですが、今回はですね、ホールタイプのアップルパイを作っていきたいと思います。ただですね、今回ホールタイプで作るんですが、型なしで手軽に作れるレシピをご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。りんご、冷凍パイシート、グラニュー糖、無塩バター、レモン汁、卵黄、お水。今回はこちらの材料で作っていきます。まずりんごなんですが、こちら2つで約 400g になります。大きいりんごの場合は1つ 400g ぐらいのものもあると思いますので、こちらは目安にしてみてください。続いて冷凍パイシートです。こちらは今回大きさが約 18cm×11cm の冷凍パイシートを使っていきます。底の部分に関しましては2つの冷凍パイシートをくっつけて使用していきます。中にはですね、正方形の冷凍パイシートも売ってますので、その場合は2枚ぐらい使っていただくとちょうどいいと思います。今回のように長方形の冷凍パイシートを使う場合は2枚くっつけて使用するようにしてください。そしてりんごの味付けなんですが、今回はシンプルな味付けにしていきます。シナモンを加えたい方はシナモンパウダーを入れていただいても OK です。ということで早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめにりんごを4等分に切ってください。りんごの品種に関しましてもお好みのものを使用していただいて OK です。はい。で、このように切ったらりんごの芯を切り落として、あとは通常通り皮を剥いてください。はい、このように皮を剥きます。では残りも同じように芯を切り落として皮を剥いていきます。はい。で、このように剥いたらこちらをですね、さらに1つのりんごを3等分ぐらいにしてください。はい、OK です。このように1つのりんごを12等分にして切ってください。それでは残りのもう1個もね、同じように切っていきます。はい、りんごはこのように切ってください。それでは今からりんごをフィリングにしていきます。ではフライパンを用意してください。まずここにバターを入れます。そして火にかけてください。火加減中火です。そして火にかけたらここにりんごを加えましょう。そしてりんごを加えたら一度ね、バターを全体になじませてください。バターが溶けたらこのまま中火で一度2分間りんごを炒めます。その都度ね、時折このようにかき混ぜながらね、炒めてください。はい、2分経ちました。そうしましたら火加減弱めの中火にします。そしてここにグラニュー糖をかけてください。あとはレモン汁も加えます。これで一度ね、混ぜましょう。混ぜてこのままね、グラニュー糖を溶かしてください。はい。で、グラニュー糖が溶けたらこのようにね、りんごを広げます。そして蓋をして火加減弱火です。このまま5分間煮込んでください。はい、5分経ちました。蓋を開けます。蓋を開けたら一度よく混ぜてください。そうするとね、りんごからも水分が出てきて、このようにね、結構シャバシャバな状態になります。あとはですね、火加減中火にします。そしてこのまま水分がね、きちんと飛ぶまで加熱していきましょう。このようにね、混ぜながら加熱してください。このね、水分が出る量に関しましては、りんごの種類によっても変わってくると思いますので、水分を飛ばす時間はね、調整してみてください。あんまり混ぜすぎるとね、りんごの形も崩れてくるので、時折混ぜるぐらいでいいかなと思います。はい、 OK です。今ね、だいたい4分ほど加熱しました。このぐらいですね。水分がなくなれば OK です。りんごをカラメル色にしたい場合はカラメル色になるまでね、加熱していただいても OK です。そしたらこちらのりんごはバットに開けて粗熱を取っておきましょう。
リンゴの準備はこれで OK です。それでは続いて冷凍パイシートを切っていきます。まずまな板に薄力粉をまぶしてください。こちら分量外です。内粉ですね。こちら強力粉などでも OK です。そしたらこの上にですね、こちら半解凍させた冷凍パイシートを置いてください。使う10分前ぐらいに冷凍庫から出していただくといいかなと思います。そしたらですね、片方のここ1センチぐらいですね、くっつける部分に水を軽く塗ります。そしてここにもう1枚重ねてください。そして指で押さえつけます。押さえつけたらですね、軽く綿棒で厚さを揃えてください。はい、 OK です。このように2つの冷凍パイシートをくっつけてください。そうしましたら今回はね、直径18センチにしていくので、18センチのね、こういったケーキ型の底の部分だったり、あとはお皿などを用意してください。そしてこの上に置いて、あとはこの底の部分に沿ってくり抜いていきます。はい、このようにくり抜いてください。そしてくり抜いたものはオーブンの天板にオーブンシートまたはクッキングシートを敷いて、そしてこの上に置いておいてください。そしたら一度こちらを使うまで冷蔵庫にしまっておきましょう。はい、続いてこの余った縁の部分ですね、こちらだいたい1センチ幅で切っていきます。このように切ったらここの部分も1センチ幅ぐらいで切っていきます。こんな感じです。こちら側も同じように1センチ幅で切ります。ここも1センチ幅で切りましょう。はい、こちらはこのように切っておいてください。このね、丸くなってる部分に関しましては今回使わないのでね、こちらはそのまま焼いてサクサクパイにしていただいてもいいかなと思います。こちらもですね、使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。はい、それではですね、こちらのパイシートを今度はですね、縦にだいたい 1.5 センチ幅ぐらいで切っていきます。1枚でね、だいたい7本ぐらいできると思います。こちら8本必要なので、もう1枚から 1.5 センチ切ります。まず 1.5 センチ幅切ってください。こちらの 1.5 センチ幅は8本使っていきます。こちらも使うまで冷蔵庫で冷やしておきましょう。はい、こちら残り余った部分に関しましてはだいたい 6mm から 7mm 幅で切ってください。ちょっと細めですね。はい、このように切ってください。そしたらですね、続いて細く切ったものを三つ編み状にしていきます。まずこの上の部分をくっつけてください。こんな感じです。そしたらですね、この右側のものをまず2つのパイシートの間に持ってきます。こんな感じです。そしたら今度は左側のものをこの2つのパイシートの間に持ってきます。そしたら今度は右側のものをまた真ん中に持ってきます。そしたらまた左側のものを真ん中に持ってきます。こちらをね、繰り返して三つ編み状にしてください。端のものをね、真ん中に置くイメージですね。これで三つ編み状にしていきます。最後巻き終わりのところもくっつけましょう。こんな感じでね、三つ編みにしてください。それではね、残りも同じように三つ編みにしていきます。はい、このように3本三つ編みを作ってください。残ったものに関しましては上にグラニュー糖などをまぶして、そして焼いていただくと美味しく召し上がっていただけます。こちらもですね、使うまで冷蔵庫で冷やしておいてください。では続いてツヤ出しの卵液を作っていきます。卵黄にお水を加えてください。そしてこちらをよく混ぜます。このようにね、伸ばしていただくと塗りやすいのと、そのまま卵黄だけ塗ってしまうとちょっとぼってりした仕上がりになってしまいますので、このようにね、水で薄めてください。ツヤ出しはこれで OK です。こちらは海苔としても使用していきます。それではね、底の部分のパイシートを用意してください。今からは天板の上で作業していきます。まずはじめにリンゴを乗せます。乗せる時もですね、この縁の部分1センチぐらいは開けておいてください。はい、このように乗せてください。そしたらこの縁の部分に卵液を塗りましょう。そしたらですね、こちら 1.5 センチ幅に切ったものを上に乗せていきます。まず最初にね、端に乗せてください。だいたいね、均等な幅になるように乗せていきましょう。はい、こんな感じで4本置いてください。そしたらですね、一度この縁の部分を軽くくっつけます。そして交互に一度ね、これをペロッとめくってください。
はい、こんな感じです。そしたらここに1本置きます。このように置いてください。そしてこのめくった方を元に戻します。そして今度は別のめくってない部分をペロッとめくってください。そして1本置きます。そしてこのめくった部分を戻します。このように網網状にしていきます。また同じようにめくってない部分をペロッとしていただいて、そしてこちらを乗せていきます。そしてまた戻します。そして最後ですね、またもう一度めくってない方をペロッとめくって、そしてこちらを乗せてください。そして戻します。あとはね、ちょっと幅を揃えます。はい、このように網網状を作ってください。そしたらですね、もう一度この縁の部分をくっつけてください。全体的に密着させましょう。そしてこのはみ出た部分ですね、この丸いところからはみ出た部分を切り落とします。はい、このように切り落としてください。そしたらもう一度ね、この縁の部分に卵液を塗ってください。塗ったらですね、丸くくり抜いた時に余った縁の部分ですね、1センチ幅に切ったものをこの周りにくっつけていきます。はい、で長さはね調整していただいて、余ったものはねまた別で焼いてください。こんな感じにしてください。そしたらですね、続いてフォークに少し卵液をつけます。そしてこの縁の部分を押さえつけて、上下のね生地をくっつけていきましょう。はい、このようにねくっつけてください。そしたらですね、また縁の部分に卵液を塗ります。そして作っておいた三つ編みを置いていきます。この上に置きましょう。はい、そして優しく押さえつけてください。つなぎ目同士はねピタッとくっつけてください。ちょっとね卵液を塗っていただくとくっつきやすいと思います。そしてしっかり縁の部分をくっつけましょう。はい、こんな感じです。このようにねぴったりくっつけてください。つなぎ目はねこんな感じです。このようにピタッとね馴染むようにくっつけてください。最後ですね、ツヤ出しとして表面に卵液を塗ってください。はい、 OK です。そうしましたらこちらを200度に予熱したオーブンで30分焼いていきます。あとはですね、このように余った生地に関しましては、こちら卵液を塗って、そしてね適当な幅に切っていただいて、あとはね上にグラニュー糖をまぶしてください。こんな感じでね一緒に焼いていただくといいかなと思います。余ったものはねこのようにして活用してみてください。焼き時間はねいい感じに焼き色がつくまで焼いてみてください。はい、焼き上がりました。このようにいい感じに焼き色がつくまで焼いてみてください。はい、これでアップルパイの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにね表面は網網に仕上がってます。りんごもたっぷりで美味しそうに仕上がってます。それでは切りたいと思います。はい、断面はこのような仕上がりになってます。りんごもたっぷりで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。パイがサックサクです。そしてこのりんごの甘さと食感がちょうどいい仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のアップルパイのポイントです。まずりんごなんですけれども、今回2つで約 400g のりんごを使用してます。大きいりんごを使う場合は1個ぐらいでもいいかなと思います。こちらはグラムを目安に作ってみてください。そしてりんごの種類に関しましても、アップルパイを使う時は紅玉などがおすすめなんですが、こちらは他のね富士りんごとかそういったものを使っていただいても大丈夫です。お好みのりんごを使って作ってみてください。そしてりんごはですね、1つのりんごを12等分に切ってください。そしてりんごを切り終わったらフライパンにバターを入れて、そして軽くまずりんごを炒めてください。そしてその後グラニュー糖を加えて混ぜて、その後は蓋をして5分ほどりんごを煮込んでください。5分ほど煮込むとりんごからも水分が出てきます。なのでその水分が飛ぶまでですね火にかけてください。この水分の出方はですねりんごによって変わってきますので、蓋を開けてからの加熱時間はお好みで調整してください。カラメルのりんごにしたい場合はカラメ
メル色になるまで加熱してみてください。そして冷凍パイシートのポイントです。今回はですね、長方形の冷凍パイシートを使ってます。その場合はですね、2つの冷凍パイシートをくっつけて、そこの土台の部分を作ってください。そして土台を作ってくり抜いた後は、端の部分を1センチぐらいの幅で切っておいてください。この枠の部分に関しましては縁部分になります。そしてあとはですね、1.5 センチ幅が8本、そして残りの冷凍パイシートを6ミリから7ミリ幅ぐらいで切ってください。こちらは全部で9本作りますので、余った分に関しましてはご紹介したように卵液を塗ってグラニュー糖をまぶして焼いてみてください。そして6ミリから7ミリに切った方に関しましては、上の部分を3つつなげていただいて三つ編みにして、そして冷蔵庫で保存しておいてください。その他のパイシートもですね、他の作業をしていて使わない時は室温に置いておくとね、とても柔らかくなってしまって作業しにくくなってしまいますので、使うまでは冷蔵庫で冷やしておいてください。そして冷凍パイシートの準備が終わったら、底の部分の真ん中中央にリンゴを乗せて、縁の部分1センチぐらいに卵液を塗ってください。そしてその後ですね、1.5 センチ幅に切ったものを交互に置いて編みの状態を作ってください。この時はみ出た部分はね、切り落としていただけたらと思います。そして編みを作ったら卵液を塗って、その上にですね、1センチ幅で切った冷凍パイシートを置いて、フォークで押さえつけて上下をくっつけてください。そしたらまたね、その上に卵液を塗って、そして三つ編みにしたものを乗せてください。あとはね、軽く押さえていただいて、表面に卵液を塗って、だいたい30分ぐらいを目安に焼いてみてください。こちらはオーブンの種類によって適正な焼き時間が変わると思いますので、様子を見ながら調整していただけたらと思います。最低30分焼いていただいて、それでもね、焼き色がつかない場合はもう少し焼いてみてください。逆にですね、20分ぐらいでいい感じの焼き色になった場合は、上にアルミホイルをかぶせながら焼いてみてください。冷凍パイシートを切ったりね、少し工程はあるんですけれども、型いらずで手軽に作ることができます。りんごたっぷりでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はアップルパイを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。